じゃあこれで蚕も半分とか。そうですね、やっぱ半分に切った方が多分乗りやすいと思うので、はい。切りましょなんか身詰まってますね。う。はい。よし。結構蚕って好き嫌い分かれますよね。そうなんですね。結構匂いというか気になる方多いですよね。で、蚕の場合はどうしても酸化しやすいんですね。蚕ってこんな匂いするんだなって思われる方多いと思うんですよ。でも実際は新鮮な場合はこういう匂い全然しないし、すごく美味しいので、自分で一度試してみるといいですよね。飼育してでその繭をカットして中身を食べてみる。なるほど。そしたらいつでも新鮮な蚕食べられます。でちょっとボイルしてたくさん取れたから冷凍しておいてもらえれば。冷凍すれば新鮮なうちに冷凍すれば臭みあんまないですか？ほとんどないですから。だからそうすると蚕のイメージが変わりますよね。ちょっと挑戦してみたいですね。蚕買うのも楽しそう。よし。こう佃煮にしちゃうと比較的それを臭みというかね、そこら辺緩和されるので、食べやすいんですけどね。はい、カットしました。カット完了です。はい。じゃあ乗っけていきましょうか。はい。油を塗って。本当蚕を飼ったらさくらちゃんもね。本当自分の家で繁殖とかできたら面白いですよね、きっと。比較的蚕って飼いやすいし。先生も飼ってますよね。うちも飼っても繭できちゃって、幼虫も最後はすごい食べるので。クワの葉集めるの大変ですね。でもね、クワの葉持ってやるじゃないですか。だからみんな本当に待ってましたって顔してね。顔してもうパクパクパク食べるのね。あれを見てると思ったら蚕愛がね。かわいい。そうそう、かわいい。愛情が溢れますね。そんなに食べます？すごい食べます。どんくらい飼ってるんですか、先生は？今回300匹ぐらいだったから。300匹。そしたらもう桑の葉どれくらい必要なんですか、それで？いや結構このくらいは毎日食べるじゃないですか。大変ですね、本当。そう、それだけで。一日桑集めで終わっちゃうじゃないですか。そうなんです。そのくらい結構大変ですね。最後はね。繭になったらどうするんですか？繭になったらそのまま最初ちょっと食べてみて、であとは冷凍して、である一定の2、30は取っとくと1週間ぐらいで成虫になるので。卵を産むので、うまくすればその卵を取っておくとまた次の。そうこうしてるうちに蚕結構乗せてます。あと桑の葉をちょっと上からいい香り。散らしていただいて。食物連鎖のおせんべい。じゃあ行きます。シャリッ、じゃあ火つけます。よし、こんなもんで。じゃあこれでまた3分。3分だ。2.5時間。忍耐だ。休憩しましょうか。もう耐えられなかったですね。そうですね。もういいですかね。我慢しましたね。我々はこれで少しは我慢強くなった。いやでも我慢って言ってもそっちで休んでました。それを言ってはおしまいよって感じです。いきます。いいなこれ。これなんかいい感じですね。すごいな。またさっきと全然違う匂い。桑の匂いがすごくいいですね。あと彩りも綺麗ですね。桑のせるといいですよこれ。先生が乾燥させたんですか？いや、これはもう市販のものです。市販のものって何で使われるんですか？お茶ですね。桑の葉茶って感じで売ってますけどね。ほんといい香り。お茶とかなんか海苔っぽいような感じもするし。これでその蚕のさなぎ自体の臭みみたいなのを少しはね。和らいで。なるほど。よし、じゃあこれでまた1分1分やりましょう。この潰す時が。よし。だんだんせんべい焼きなんか板についてきましたね。せんべい屋さんみたいになってきましたね。今のところこの作業しかしてないですね。乗っけてこれしかやってない。で、せんべいができた。やったー。よし、開けます。いいですね。すごいが。いいです。やっぱり桑の葉いいですね。うわ、食べたいな。美味しそう。わー。綺麗にできました。できました。綺麗ですね。
森を感じる。いや本当綺麗にうまくできましたね。匂いも本当蚕のはい臭みを、桑のお茶っぽい匂いで消してくれるような、はい。いい香り。今度はですね、はいザザムシってザザムシ聞いたことあります？ザザムシ、名前は聞いたことあります。あ、なるほど。ザザムシって川の中にいる虫なんで、よく釣り絵かなんかによく使われるんですけども、へえ。今ここにあるヒゲナガカワトビケラトビケラ。トビケラっていう昆虫いるんですけれども、はい。それの幼虫ですね。ほー。は川の中にいて、川の石かなんかのところに巣を作ってくっついてて、へえ。で上流から流れてくる川面とかいろいろそういうものを食べて、へえ。川海苔みたいなのを食べたりして、だからその海苔っぽい香り、なんか、海藻みたいな匂いそんな感じしますよね。はい。なんでザザムシっていうかわかります？ザザザザザザザっていう川？あ、そう。そうなんですか？まさにそうなんです。あ、そうなんだ。比較的流れが速い。はい。背の音、今だとザザザザって背の音が聞こえるような、そういうところに暮らしてますよね。だからザザムシって総称している。だからこれはヒゲナガカワトビケラなんですけども、あとカワゲラとか、はい、マゴタロウムシって言ってヘビトンボの幼虫がいるんですけれども、もっとヘビトンボはもっと大きいんですけども、大きくて食べ応えすごく美味しいんですけども、トンボのヤゴなんだと思います。そこらも全部合わせてザザムシっていうふうに昔は言ってた。今はもうこれにある程度もうほとんどこれですけどね、をザザムシっていうふうに言っています。でほとんどもう収量がすごく足りなくなっちゃってて、なかなか非常に高級珍味になってますね。なるほど。で取る時期もだから12月1月2月にそんな量短いんだ。が限定してるんですよ。ああ、なるほど。しかもすごく寒い時期なので、取る人がほとんどもお年寄りが多くなってきてますから、なかなか大変重労働。僕は去年かな、冬ちょっといて体験したんですけども、寒い時期に、いやこれ大変、この中で2時間も3時間もね、川の中で取るの大変だなって本当に実感しましたけどね。せっかくの伝統的なね、漁なので、続けてほしいと思ってますけどね。じゃあそれを使います。早速。そっか、じゃあもう本当にだんだん衰退してっちゃってるんですね。ちょっとそうですね、なかなか量が難しいというか。これは今はどこで買えるんですか、ザザムシは。ザザムシやっぱり通販ネットかなんかで買えるんですか。あとは長野県の駅の売店とか土産物店でもなかなか並ばないですね、やっぱりね。少ない。そっか、冬の蜂の子とかイナゴって大体輸入物も多いんですよ。輸入するところも多いので、供給は安定してますけど、ザザムシは本当にそこで取るだけなので。結構可愛い見た目してますね、これ。おせんべいにプレスしたら絶対可愛い。いいかもしれないですね。いいかもしれない。模様やってみましょうか。顔かなんかできたりして。何ができるかな、これ。こうして。いろんな虫だからいろんな形があって。自画像とかね。自画像ね、いいですね。いいかも。奇跡的に。これで。それいいんじゃないですか。いいんじゃないですか、それ。味があって。いい。可愛い。楽しみ。これ面白いですね。これ散らしますか。そうですね。川海苔のイメージなので、やっぱり海苔をちょっと青海苔をちょっと振った方が色もいいですもんね。綺麗。じゃあこれでいきます。わあ、楽しみだな、これ。バッチ。はい、3分です。これ3分です。はい。先生、休憩しましょう。もう待てないんで。よし。じゃあ行きましょうか。はい。わーい、じゃあ開けます。どうだ。可愛い。それらしくなりましたね。顔もね。まだもうちょっといけそうな。もうちょっと焼けてと思います。他だけ他は裏にして綺麗。なんか虫だけだとちょっと佃煮にしちゃってるから色が地味だけど、でも青のりがあるとすごく。そうですね、違います。じゃあこれで。
これまた11でいきましょうね。1はい、分ね。行きましょう。1分いきます。はあ、なんでこのしょうね。ちょっと食べたくて残しちゃいました。食べてもいいですか？もちろんです。初のザザムシ。何気に初めてなんですよね、ザザムシ。初めて。初めてですね。あらそう。あ、うんうんうん。風味があるんですよ。すごくなんか。すごいあります。海苔の佃煮のもっと海苔が濃いような感じですね。うん。結構稲子の佃煮とかって正直佃煮の味になっちゃってるから、そんなに風味が分かんないじゃないですか。比較的個性派っていうかで、個性派です本当。出てきてますよね。これ一番近い食べ物が本当海苔の佃煮が一番近いですね。でなおかつほら冬場取ってるから、お腹の中空っぽなので。なるほど、変な臭みが全くないんですよ、全然。でこれザザムシって言って売ってるのはその長野県なんですけど、はい、当然ながら東京でも川にいるところがいますので、うちのだから裏の川にも一生ひっくり返すと見つかるので、食べたくなったらいつも裏行って捕まえて、あ、すごいな。だからこう佃煮にしないでさっと湯がいて、茹でてポン酢とかなんかで食べるとよりさっぱりして香りが立ちますね。いいですね。確かにポン酢も合いそう、おつまみに。合うと思います。そろそろ10秒。10秒ぐらい待てるよね。10秒ぐらいは我慢します。あ、長かった。いきます。はい。あ、おお、綺麗。綺麗だね。やっぱり海苔いいですね。よいしょ。あ、このお顔が可愛い。はい。これはもうあれですね。完全に無印を超えてますね。あ、いいですね。お、今回のやつで一番可愛くできたかも。模様が作りやすかったですね、ザザムシは。よくできました。はい。満足。ありがとうございます。はい、では先生、今回はご飯ではないですね、材料が。クッキー風というかちょっと甘めのせんべいに。あ、そんなのもできるんですね。思います。はい。で、小麦粉とお水と砂糖ですかね。そこにちょっと香りをつけるためにこの何ですかこれは。これコオロギの粉なんです。あ、本当だ、コオロギの。それを少々混ぜます。はい。で、それが生地になります。で、そこに乗っける虫はセミですね、これね。おお。セミの成虫と幼虫いますけど、親子ですね。もうじきセミの鳴くシーズンになりますので、使おうかなというふうに思いました。まずちょっと生地を混ぜちゃいましょう。これ全部混ぜちゃっていいですか？それは全部いいです。はい。はい。じゃあとりあえずこれで混ぜて、ここにコオロギの粉を本当に一つまみぐらいでいいと思います。そんなちょっとで。はい。どうしないとね。そのくらいにしましょう。はい。入れすぎちゃうとね、セミが全然わかんなくなっちゃうので。そっか、確かにコオロギ結構強いですもんね、匂いが。色が濃いんで。はい。結構混ざりました。はい、そんな感じで。はい。油を抜いて。わあ、今度はお米じゃないからちょっとまた楽しみですね。それで2箇所こう生地を垂らす感じでいきます。丸く感じ。そうですね。それでこっちですね。はいはいはい。あ、そんなもんでいいと思います。こんなもんでいいですか？で、ここにこれを成虫と幼虫1個ずつ。はい。こんな感じでいいですか？真ん中に。はい。はい。で、こっちに幼虫ですね。こっち幼虫。はい。こんなんでいいですか？そうですね。これでいってみましょう。はい。いきまーす。バイバーイ。じゃあこれ、生地が取れてひっくり返さなくてよかった。ボンに変えますというやつで、なかったことでいきましょう。なかったことで。で、同様に3分2分ですか。はい。で様子見ましょう。で、ここで休憩しましょう。タイさん。さあどうなってるかな。さっきのちょっとどうだろう。漏れがあったんで。漏れがあったからな、ちょっと心配ですね。どうなってますかね。じゃあ開けてみましょうか。いいんじゃないですか、まだ。はい、危ない。なるほど。裏側になってます。
おちょっと行き過ぎ？行き過ぎ？もうちょい手前で止めますか？じゃあ次は。そうですね。ちょっと焼き過ぎだったかな。試していただいて。量はこんくらいで良かったですね。量的にはいいと思います。いや、さっきひっくり返しちゃったからな。でもこの形はまたなんとなくいいんじゃないですか。ありがとうございます。じゃあこれでいってみましょう。いきます。もうこのままひっくり返さずに。ひっくり返さないとこれはでこれで2分で様子見ましょう。2分で、はい。よいしょ。よいしょ。おやすみ。あーって開けるぞ。はい。また香ばしく焼けてる。いい感じじゃないですか、これね。いいですね。丸くてちょうど可愛い。本当にもうプレスされて、なんかこれ昔こそだのって本当地層から出てきたって感じですよね。化石掘ったみたいな。化石せんべいって言ってもいいね。だってこのね厚さあったやつがこんな薄くなっちゃうんですよ。すごいですよね。よし、完成です。完成です。ということで、これで全てのおせんべいが完成しました。これだけちょっとご飯じゃなくて小麦粉を使ったので、ちょっと私個人的に楽しみです。さあ、1、2、3、4、5種類ですかね。すごいですね。の、おせんべいが完成しました。早速出来たてを食べてみましょうか。食べたいんですけど、ちょっといいですかね。ちょっと、実はですね、これ最近ちょっと話題になってますでしょ。これまさか、無印の無印のおせんべい、あれですか。入手できたので、コオロギせんべいが。コオロギせんべい、すごい。私これ何回か通販で買おうと思って、2回ぐらい、2回どころじゃないけど結構見たんですけど、毎回売り切れで全然私買えなかったです。めっちゃ嬉しい。じゃあこれでちょっとこちらと我々の作ったせんべいとちょっと食べ比べしてみましょうってやったー。じゃあ早速、というのはまたちょっと次回今食べられないんですね。この次回のバージョンでいきたいと思ってますので。わかりました。もう預け続きでもうそう僕もちょっと辛いんですけど。辛いですね、目の前で。まあ次回楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録待ってます。